はい、じゃあ、ここからですね、今ざっとこの、表材の種類とか産地とかそういう話をしてきたんですけど、ここからはちょっとニアさんが普段材料を選ぶ上で大切にしているポイントだとか気をつけていることだとかそういうことをちょっと聞いていきたいんですけども、まずリアリータっていうのは大体、月に何百本っていう数を生産してるんですけども、その何百あるギターのトップ材とかサイドバック材とか、まず一枚一枚をニアさんがこう厳選して選んで、そこからギター制作が始まっていくわけですけども、毎回その結局この何万枚1万枚ぐらいある材料の中からそのギターに合った1枚を厳選していくっていうことなので、すごい大変な作業だと思うんですけども、実際どういう感じでやってるんですか？これ今ちょっとざっと同じシトカスプルースですね、で見た目が全然違うものがありますけども、こういったものを実際にこう触っていったりとかして選んでいくっていうのもそういうのもありここもありますね。これは大きく言えば外にちょっと違いが出るということで、なぜかというとこの板は最高の板だと思うんですが、これ見て綺麗ですね。でこうやって、ちょっと曲げてみてもこうしなやかに曲がると。で、これは見た目がこういうちょっとシミがあると。これは長い年月が経って焼けが入ってるんですね。でこれが取れないと。で裏も出てるので、もうこれはどこまで削っても取れないという。それからこれはまた一見して綺麗だけども、こうやって曲げてみるとね、柔らかい。でこれは硬いね。でこの板も硬いと。で音に対してはこちらの方がいい音が出るということで、こういったことも似ております。硬さね、しなやかさ。で、こういう柔らかい板は大まかにボデの小さいものに使うことも。決して柔らかいからダメというわけではない。柔らかい材には柔らかい材に合ったギターが。そうそう。こういうなんか焼けが入ってるやつも、ナチュラルだとちょっとあれですけど、なんかステインとかしたりするといい具合に、ちょっと雰囲気が出たりしますよね。なんでなんかそれぞれ用途に合った材料を選んでいくっていうことですね。せっかく貴重な材料を無駄のないようにそうですね。使うことにしておりますね。やっぱりね、何百年もかけて育ってきた材料を使うわけですからね。少しでも無駄のないようにして使っていきたいです。なんか昔はやっぱり本当にこういう節もなくて目も綺麗で真っ白な材料だけがギターの材料だみたいな感じだったんですけど、最近は割とこういう個性のある材料、だからこういう材も個性として受け入れられるようになってきてるので、こういうのをあえて活かして、うちでも最近出したんですけど、そのモデル節があってそれをあえて見せたりとか、そういうのも面白いので、全くギターとしては問題がない。音には全くそうですね、見た目のことは影響しない。音とか強度には影響がないので。他なんかありますか？そうですね。ここだけの話。ここだけの話ね。こういう今板も出てきてるんですね。これ全くね、なかなか出ないような貴重な材料なんです。ベアクロー。ベアクロー。ベアクローでもちょっとまた一見変わってね。熊のこの爪で引っかいたみたいな。こう引っかいたような。だからベアクローですね。ヤイリキさんにはこういうのもね、たくさん残してあって、これすごい硬くなりますよね。硬くなる。材が。だから硬くなった場合はね、板をちょっと薄めにして、でブレーディングも少しスカラップを深く入れてやると、音がまたよく軽ギターできるんです。そんなことまで言っちゃっていいんですか？大丈夫です。大丈夫ですか？だから板が全てではないってことですよね。そういうことですね。その板に合った加工を我々がその後にしていくことで、やっぱりいいバランスをとって音を作っていくんですよね。その辺はやっぱり手作りの良さで、そうですね。調整がきっとヤイリキさんもね、機械で削るもんじゃないですから、一定にはならない。いいですね。それが一番ヤイリキさんの特徴ですね。
いいとこね。乗ってきましたね。いやいいですよ。いやでも本当そうですよね。だからこれがね本当に機械で作ってるものだったらやっぱり微調整っていうのはなかなか難しいですもんね。やっぱりこのニアさんが選んだ材を次の工程の人に受け取ってこの材料はちょっと硬いからもうこういうふうに加工してみようかなっていうことまでできちゃうのがヤイリギターっていうんですそして長年ギター作りがベテランがそういうのがおりましてね。そうですね。やっぱ一つ一つの工程に熟練の技が垣間見えますね。そうですね。それが手作りの良さ。そうですね。実際ねヤイリギターではそのカスタムオーダーの時とかお客さんが一緒に選定する場に立ち会って材料を選んだりとかっていうのもできますんでね、そういう時はぜひこうやってね板の硬さとかも実際に触れてみて触って実感してもらいたいですね。そうですね。で板の状態から見ればやっぱり最後出来上がったギターを見てまた一つ感動があるでしょうしね。またぜひね、実際見てもらいたいですね。ぜひ作りに来てください。はい、お待ちしてます。はい、じゃあ、材料選びのポイントだったりっていうのをちょっとお話ししてもらったんですけど、せっかくなんでちょっとここで一つ企画をやりたいと思います。で、2人だとちょっと心もとないのでもう一人ちょっとゲストしたい。内村さんです。お願いします。この3人でちょっと材料選び対決みたいなのをやりますか？いいですね。はい、第1回ヤイリギターカスタムショップ材料選び対決やったー。さあ、ルールなんですけども、いろいろ考えました。で、ここに4枚のシトカスプルースがあります。これ同じシトカスプルースなんですけども、それぞれ多分特徴があると思うんですよ。で、1枚ずつちょっと見せましょうかね。はい、でそれぞれ番号が振ってあります。これ1番、2番、3番、で4番ですね。見た目はもうほぼ一緒ですね。これほとんど一緒やな。一緒ですね。でこの中から、ちょっと時間を設けまして、それぞれ俺はこれだという1枚を選んでもらって、それを最後にせーので指差しで発表しようっていう意見が分かれる。そうですね。ちょっとその最後の結果発表の時にね選んだ理由とかも聞きながら。けどカスタムショップのやったらみんな一緒のやつ選んでしまうんだよ。ああ、そういうなんかフラグみたいなの立てちゃいます。だってそうやね。基準が一緒じゃないとなんかおかしいやん。でも基準がバラバラだから面白いっていうのもありますよ。そうかな。その辺もちょっと含みで楽しんでもらえたらいいですね。やりましょう。やりますか。じゃあはい、はい、スタート。とりあえずいい板ばっかこれ。選びよすがないな。これちょっと1番じゃあ2番ちょい。これもいいな。いい材ばっかりで困っちゃいますね。困っちゃう。難しいな。世話しない。世話しない。悩ましいな。よし、決まったな。そうやん。うわー悩ましい。ちょっと最後に。俺も決まったかな。ちなみに作るギターはどれとの。はい。でもね、俺最後の2択でちょっと悩んでるんですけどね。いけないのそれ言えないですよ。対決なんで。決まった。決まりました。決まった。お、じゃあいよいよ結果発表ですね。結果発表。それ出します。ベベンっつって。じゃあいよいよちょっとそれぞれ選定が終わったので、結果を発表したいと思います。はい、いきますよ。じゃあせーのって言ったら指さしてください。はい。いきますよ。せーの。
はい。嘘や重なってましたやいやそうなんですよ。でも、俺も2番と4番で最後迷って分かれましたね。藤森さん最初なんて言ってましたっみんな一緒じゃないとおかしくないかい？け？ですよね。俺とニアさん一緒でしたね。いや君らがおかしいじゃあちょっとまあこれ結局それぞれ選んだ理由があると思うんで、その辺順番に話していけますか。藤森さん4番選びましたね。これとこれで悩んでやっぱ迷いますね。これとこれで悩んで、はい質感的には、似てるんですよね。ちょっとこれ硬すぎるのよ。硬いけどしなやか。これならいい音が出せるかなと思って。これも硬いっすよ。硬いけど俺こっちの方がいやあかんわこれあかん全然これあかん。やっぱこっち僕はこれが選んだんだ一番いいです。軽いし硬すぎず柔らかすぎ、見た目も白っぽくていいんじゃないでしょうか。2番についてじゃあプレゼンを宮さんから。この2番を選んだ理由は、はい、非常にこの叩いた音、これがね気に入ったのよ。でこれは確かにちょっと重くて硬いと思うんだけど、それは少しね厚みを落とせばこの条件になってくるわけ、だからそうした場合にはやっぱりこちらのねしなやかなこの回り具合というか硬い音、それが非常にいいかな、だから非常にこれはいい音が出せるという材料だということで、この2番を私は選んだ。なるほど。はい。伊藤君は？俺もニアさんと全く一緒。あじゃあダメですかね。でもだからやっぱまずは硬さを見て、で腰の具合は2番と4番近いんですよ。だからこのどっちかだなっていうのはまず決まったんですよ。であと見た目を見たときにこっち白い部分もあるんですけど、やっぱ濃い部分もあったりとかムラがあったりとかちょっと気になる部分があるよりも、こっちはなんかまんべんなく均一な感じだなと思ってたのと、見た目で言えば、そうなんでその硬さに関してはね、さっきニワさんも言ったけど厚みのとかブレーシングで調整ができるんで、一番選んだポイントはやっぱり見た目かな、見た目と硬さかな。2番だな、やっぱり。いやでも、これ多数決対決だからそうなんだあくまであれじゃないですか、そのドレッドノートを作るっていう体で今選びましたけど、そのドレッドノート一つとってもやっぱりそれぞれ作り方違うし、自分に合った作り方をしていく上で一番適した材料だったらこれっていう話ですので、僕が間違っていたのかなそうではないのまあ板にはいろいろ特徴があるものだから、それをうまく生かすということが大事であって、これを選んだからこれがいいというわけでもないと思うし、そうですね、別にね、正解ないっすよね、そもそも正解はないっすよね、どんな板でもいい音が出せる技術があれば。というわけで今ちょっと材料選び対決なんていう題でやりましたけども、一応ね結果としては僕とニアさんが2番を選んで西村さんが4番を選んだっていうことなんですけども、これ別にこれ多数決とかでも何でもないので、本当に多分それぞれその人の作り方に合った材料選びをした結果が多分こうなっている。だからもしかしたら僕とニアさんのその作り方が似てるとか、西村さんの作り方はまたそれとは違った作り方をしているとかっていうことかもしれないし、多分これ人数増やしたらもっと答えもちろんそうですね、今回3人だったのでたまたまこういう結果になりましたけど、そういう部分も含みでやっぱ面白いですよね、ギター作りっていうのは。
はい、というわけで今回はですね、材料のお話を丹羽さん交えてちょっとお話しして、で最後ちょっと材料選びを実際にやってみましたけども、なかなか個人的には楽しかったなと思います。楽しかったですよね。面白いですよね。またこういうね、なんか企画とかもやりながらいろんな動画を出していきたいと思いますので、またぜひぜひ今後も、楽しみにしていてください。じゃあ今日は、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。